たお米の値段が上がってる。いきなり1000円も。今日は麦だけ買って帰りましょ家のご飯は麦ご飯なんだよ。う。そう、昔からね。麦をだいたい1割入れて炊いてるの。お米より高いけど健康のためよ。あ、ちょっと待って。米が値上がりして麦の方が安いくらいだよ。試しに計算、5キロ3000円の米は1キロあたり600円。業務スーパーの押し麦は1キロ288円。麦ご飯で家計も健康も助かるのね。そんなわけで、本日は麦ご飯について、今まで食べてきた体験談をもとに、麦ご飯の味や炊き方、紹介するね。玄米食べてた頃もあったけど、今は普段は麦ご飯。お寿司、炊き込みご飯の時は麦を入れず普通に、ぼちぼち気楽に楽しんでます。麦の栄養。食物繊維が白米より豊富。食物繊維は腸内環境を整え、便秘の予防に効果的。食物繊維が水を吸収するため、満腹感が長く続きます。食後の血糖値の上昇を緩やかにしたり、コレステロール値を下げる力も。もうね、毎食麦ご飯食べててもね、さえ食べないとやっぱり便秘になるのよ。ち麦にはビタミン B1、B2 も含まれる。疲労回復や皮膚、粘膜の健康にお役立ち。麦ご飯はコツコツ続けやすいのが長所ね。普通におかずと食べてます。和食じゃなくても大丈夫。あとね、カレーにも合うのよ。麦は毎日食べるご飯に加えるだけ。三日坊主で秋っぽいおばあちゃまが続けられるくらいだもんね。押し麦1割。いつも炊いている麦ご飯。だいたい米3カップで麦3分の1カップ。酢水は3分の2カップ。このカップは米の計量カップで、カップが1合で 180ml。米を研ぎ、いつも通りに水加減。麦を加える。麦の2倍の水を足す。このあたりのことは、パッケージ裏を確認すればより確実。30分程度浸水させて炊くとふっくら炊ける。いつも通りに炊飯。タイマーも OK。味はどう？麦が多く見えるけど混ぜればそれほど多くない。まず押し麦の見た目。米に比べ平たくて粒が大きく、真ん中に茶色い線が入っている。プチした食感。より歯ごたえがある。味と匂いは1割程度なら気にならない。普通のご飯感覚で食べてきたよ。冷めると色が茶色っぽくなるのが麦ご飯の欠点かな。炊飯器に匂いがこもるのを防ぐため、炊飯器の保温にはしないのがおすすめ。押し麦増やす。節約のため押し麦を2割に増やしましょう。もぐ不都合を感じすぎるというか、冷めるとパサつき感もあるかな。甘いものとろろ、カレーには合うけど、あと麦を増やすと麦の独特の香りが気になってくる人がいるかもしれないわ。僕は平気だけどな。人によっても違うわね。だから初めて麦ご飯を試す人は、まずは1割くらいからスタートして、体調も見ながら自分好みの割合を見つけてね。もう一つの方法は、粒の小さい麦を使うこと。もち麦。今まで使っていたのは業務スーパーの胚芽押し麦。これより粒が小さくて食べやすい麦が、ビタバーレーともち麦。もち麦は前にブームになってたよね。地性で粘り気のある品種の大麦。から食べると白米みたいにもちもち。それに対して押し麦とビタバーレーはうるち製の麦だよ。もち麦は粒も小さく食べやすい。と、もち麦の写真がなくてごめんね。時々業務スーパーのセールの時買ってるよ。初心者の人の食べやすさではもち麦が一番だね。食物繊維は押し麦より多く、特に水溶性食物繊維のベータグルカンが多く含まれる。だし、価格は押し麦、ビタバーレーよりお高め。食べやすくて
お手頃価格の麦はないの？ビタバーレ。ビタバーレは、押し麦にビタミン B1 や B2 が添加された麦。押し麦に比べ、粒が小さく食べやすい。粒の大きさが違うでしょう。食物繊維が押し麦より少なめ。価格は押し麦と同じか少し高いくらい。近所の業務スーパーにビタバーレはなかったけど、押し麦、もち麦、ビタバーレはどこのスーパーでもだいたい置いてあったわよ。ビタバーレ 25%、押し麦より食べやすいビタバーレを 25% 入れた麦ご飯の食感は白米3合にビタバーレ1合。見た目もいい感じ。麦の粒が小さい。横領したのに食べやすいわ。麦ご飯の話、どうだった？僕は麦のプチプチが好きだから押し麦2割が好き。おばあちゃまは今までと同じ押し麦1割か。麦多めでも食べやすいビタバーレーかな。コスパ、栄養、食べやすさ。自分に合う麦、割合で麦ご飯楽しもうね。そばの実、そば米。これはそばの実入りのご飯。確かにお蕎麦の香りだ。コスパはどう？節約とは違うかな。でもコクがあって美味しいし、ビタミン B 群やミネラル類も豊富。炊き方は？簡単よ。白米 3.5 合にそばの実が 0.5 合。米とそばの実を一緒に洗って、いつもより少し多めの水加減に。あとはいつも通り炊きます。ほんと、いい香り。また食べたいな。そばの実の他にそば米もあって、同じように炊くことができます。そば米はそばの実を茹でてから殻を剥き、乾燥させたものを加工してある分、消化が良い。ただ、香り風味はそばの実より控えめなのよ。色も薄いでしょう。こんにゃく入りご飯。他に最近のお気に入りは、糸こんにゃく入りのご飯。く抜きした糸こんにゃくをフードプロセッサーで細かくし、米に入れて炊けば OK。白い糸こんにゃくなら、まるでお米。事前に食べられるのを。こんにゃく1キロ買った時、試して、これが大ヒットよ。今回は、高騰する米のかさ増しアイディア。麦ご飯、そば米ご飯、白炊きご飯を取り上げました。それにしても、最近の値上げ、頭が痛いわね。皆さん、どんな節約料理作ってますか？コメント欄でお待ちしてます。それではマジカルキッチンでまたお会いしましょう。